もともとオーベルとラーザはほぼ同じタイミングで宇宙進出を成し遂げたの。アズライト星系には全部で36の惑星がある。ハビタブルゾーンにある星は惑星ラーザと惑星オーベル、次に衛星リガスとスターダストバザール、最後に惑星ラズリだ。このうち人類が住んでいるのはラーザとオーベルとバザールだけ。そしてガルトーガのジジイが言ってたラーザとオーベルが奪い合ってる星ってのが惑星ラズリだ。衛星リガスは鉱山の星だった。星全体に紋章石がたっぷり埋蔵されていて、宇宙に進出して間もないラーザとオーベルは平和的にこの資源を分け合っていたの。でも今は紋章石をめぐって争ってるのよね。どうしてその頃みたいにできないの？宇宙進出してから間もない時代だ。両方とも甲虫艦なんか今よりずっと原始的で、戦闘艦どころか母星を出る段階で命がけだったんだ。そんな時にファーストコンタクトした同じ星系内の人類と争うのは得策じゃないって両方とも理解してたんだ。戦う手段を持っていなかったから平和だったなんて皮肉なものね。戦う手段どころか当時のラーザは全惑星的にエネルギー資源が枯渇していた。紋章石が手に入らなければ星全体が滅ぶ瀬戸際だったらしい。そんな時に平和的に資源が手に入りそうならよっぽどのバカじゃなきゃそうするさ。それほど困窮した状態でよくぞ今のように宇宙進出するまで発展できたものじゃな。だがラーザが勢いづけばオーベルだって黙って見てるわけにもいかなくなるんじゃねえのか。オーベルはオーベルで種族間の争いを抱えていた時代だった。惑星中を内戦の嵐が吹き荒れていて、宇宙開拓計画の成否がそのまま惑星統合政府樹立の成否に関わってた。ファーストコンタクトした相手と争ってる場合じゃなかったの。なるほど。ルバーリカだって聖地戦争中に他の敵を作る余裕なんてとてもじゃないけどなかった。なあ、とにかくその時はまだ両惑星とも手を取り合ってそこそこうまくやってた。それに衛星リガスで採掘された紋章石はそれまでラーザが宇宙開発に利用していたエネルギー源の何倍も効率のいいもので、これによって両惑星は飛躍的に技術を向上させたんだ。じゃあ戦争ができるぐらい技術が向上したから争い出したってこと？いや、根本的な原因はそこじゃねえ。今このリガスの状況を見ればわかるだろう。リガスの紋章石埋蔵量が底をついたんじゃな。そういうことだ。今リガスに残ってるのは昔ながらの石炭や石油といった化石燃料ばかり。紋章石に馴染んだ今の社会がそんな効率の悪いエネルギー使えるはずもね。紋章石が尽きたこの星からは潮が引くように人がいなくなった。それでラーザとオーベルは新しい紋章石の採掘場を求めて争うようになったってことだね。その頃はまだそこまで急に険悪になったりはしなかったみたいだけど、関係が決定的に悪化したのは約100年前、リガスに代わる新しい紋章石の大鉱脈が発見されてから。お前らも知ってる場所だぜ。まさかスターダストバザール？そう、アズライト星系のハビタブルゾーンを横切るアステロイド群、そこを開拓した人がいたの。もともと紋章石が注目され始めた時代にリガスで紋章石研究を立ち上げて、ラーザとオーベル両方の民から慕われてた男がスターダストバザールの開祖だ。紋章石研究の最初期の頃の人物がつい100年前まで健在じゃったということか？紋章石研究自体は何百年も前から始まっておったものじゃろ。
そんな長生きな人物存在しうるのかの？オーベルには長寿の種族もいるからな。ただその人がラーザ人なのかオーベル人なのか正確なことはわからない。出身はラーザだったはず。ただその人の外見はどう見てもヒューマンじゃなかったって記録が残ってる。名前もケビンとしか伝わってない。それでそのケビン率いるリガスの研究者たちがラーザとオーベルの対立を決定的にした。そうか、リガスの人たちはそのままスターダストバザールを独立させちゃったんだ。なるほどな。この衛星は普通の岩石惑星と同じサイズじゃ。ここに根ざした人口が紋章石の採掘技術とともに丸ごと移動すれば独立も可能か。でもどうして突然そんなことを？それをすればラーザとオーベルが両方とも困るのは目に見えてるわ。普通に考えれば独立を阻止しようとラーザとオーベルが手を組んでバザールと敵対する流れじゃない？独占。え？その話が本当なら紋章石はバザールの独占状態になっちゃったわけでしょ。エネルギー供給の首根っこ抑えられてんのよ。対抗なんかできるわけないわ。お前らに喧嘩ふっかけるからお前らの燃料をよこせなんて間抜けなことを言うやつはいねえってことだ。なるほどね。ケビンがどうして強引に独立をしたのかはわからない。でもケビンに大勢の人間がついていったことは事実。結果星系はラーザ、オーベル、バザールの3すくみが成立した。でもそこで20年前唐突に惑星ラズリの領有権問題が降って湧いたんだ。